韓国の若者たち。今年2月には、独都部がインターネットで呼びかけ、独都の歌に合わせてダンスをするゲリライベントが行われた。この時は、大学生を中心に数百名が集まったという。この映像は YouTube にアップされ、竹島は韓国の領土だということを全世界にアピールした。中学校の先生によると、来年からは独都という選択科目ができる予定だという。竹島への関心は小学生も高い。こちらは小学6年生のカン・ミーホ君。ミーホ君は韓国の一流大学を目指して受験勉強に励んでいる。 독도는 한국 땅이라고 저는 주장하는데, 왜냐하면 독도는 천년의 역사로 우리나라와 함께 엮어 있어 있는데, 조선시대 세종대왕께서 다시 한번 독도를 우리나라 땅이라는 걸 선포하셨고, 근데 일본이 독도가 일본의 땅이라고 하는 것은 말이 안 된다는 내용으로. なぜ韓国の子供たちはここまで竹島について詳しいのだろうか。その答えは韓国の教科書にあった。韓国の教科書には竹島に関する記述が実に多い。李氏朝鮮の時代に独都に出没する和人を追い払い、1900年独都は正式に朝鮮の国土に規定。さらに教師のために指導方法が書かれたものには、独都は私たちの先祖の島であるから子孫である私たちが守るべきだという使命感を持たせる。独都を守るためには国と民族を挙げて知恵と力を集結させることが必要である。韓国の民意を一つにする目的で領土問題を教えていることがわかる。さらに日本の植民地時代の記述についても多くのページを割いていた。その表現も日程、経済収奪、強盗日本など過激な文言が多い。その狙いは何なのか。日韓の歴史問題に詳しい神戸大学の木村教授に聞いた。韓国では歴史教育の目的がある。ね、でそれは民族の一員としての自覚を持たし、それによって、国民としてあるべきことを考えるっていうのが教育目的なんですよ。でその中で最後に大韓民国48年にできていくのはですね、そこに至るまでの歴史を教えようとする。そうすると最後に立ちはだかったのが日本なので、その日本に対するお話、日本に対してどういうふうに抵抗したのか、日本はどれだけ強かったのか悪かったのか、これが強調されるということになっています。木村教授によると、日本では歴史上で起こった事実、韓国では韓国人を主人公にストーリー仕立てにした歴史教育を行っているという。一方、日本の教科書はというと、一足早く新学期が始まった北海道の中学校を訪ねた。ここは進学校として有名な中高一貫校。1年1組社会の授業がこちらで行われています。社会の授業中にお邪魔して教科書を見せてもらうと、竹島のことはわずか3行しか書かれていなかった。しかし授業では今何が騒がれてるか分かりますか？なんか今さ、いろいろニュースとかで問題になってると思うんだけど、キム・ヨンバク大統領が任期の最後の方になって急にやってきた。日本は明治時代に竹島を編入したので、竹島は自分の領土だと言っている。ちょっと偉そうなことも言えないんですけど、やっぱり日本にももうちょっと強く主張してほしいかななんて思ったりもします。日本の子供たちも竹島には意外と詳しい。どこから情報を得ているのか。新聞とかの紙面とかに、出て
インターネットで、いろんなニュースを見てみて、どのぐらいこう深刻な感じになってるんだろうっていうのが分からない。彼らは自ら進んで学んでいた。それには大きな理由が。